ローウォーズファンの皆様、おはようございます。カーク信者が遊戯しているウェブパソコン版のサーバー11のアリーナにて、ついにアイリスを含んだチーム編成を見かけるようになってきました。新ヒーローとしてアイリスよりも先に誕生したアルバノールやトリスタンを、アリーナで見かけることはほとんどありませんが、アイリスは、アリーナランキングの上位50名が好んで使うヒーローみたいなのです。ひょっとしたら、アイリスもアイザックと同様に、多くのゲームユーザーから支持されるヒーローなのかもしれません。さて、この画像は、アリーナの上位陣が防衛で使用している、アイリスを含んだチーム編成をまとめたものになります。アイリスについてを勉強中のカーク信者としては、自分の言葉でアイリスを語れるほど知識を持っていないので、サーバー11のアナムさんにアイリスについてお話を聞きました。この動画は、アナムさんとのコラボ動画と言えるけど、実際は、カーク信者が動画制作の手抜きをしただけなんだよ。なお、アナムさんのオリジナル文章を読まれたい方は、動画を一時停止されて原文を読まれると良いかと思います。今から読み上げるアナムさんのお言葉は、カーク信者が英語版制作に適した文章に構成したものになっていますので、あらかじめご了承ください。アイリスは使い方が P キーなので、組み合わせでかなり質が変わると思います。基本的にアイリスは、オーロラやダンテなどのドッジタイプの敵に対して強く、高火力の DPS とチーム編成を組ませることで、敵のアスタロスを崩すこともできます。ただし、タンクの前列に対するアイリスのスキルの距離感から、カークや銃、ヨルガンのスキルを使って敵の後列を重点的に狙うヒーローとは相性が悪いかもしれません。アイリスはタフネスがほとんどないので、その分、高速な攻撃の使い方がしやすいです。敵の最前列の回復を封じるジェットや、DPS の火力を上げるネブラと組ませて、一気当選の攻撃型チームペット、アルバスなど、で場当たり的に攻撃するのがいいでしょう。また、デバフと組み合わせて攻撃の隙を作ることもできます。アイリスの配置にもよりますが、アイリスはカークや銃からターゲットにされやすいため、彼らを苦手としています。また、アイリスの準ダメージ攻撃に対して、アンドバリやルーファスは耐久力が割と高いので苦手です。コーブスのようなタフネスの低いタンクは、アイリスに押し切られて負けてしまうことがあります。吸血能力を所持しているクリーバーやガラハットは、受けたダメージの分だけ自己回復できるので、オリバーで支援すればかなり耐えられます。ジェットやセレステと組ませて回復阻害をかけられると、その手のタンクも脆いのですけどね。まあ、新キャラでも冬イベントのヒーローはチートな傾向があるので、使い方によっては非常に強いヒーローと言えます。アイリスは魔法使いのくせに物理攻撃もしますし、アイザック同様に、脆い以外ではあまり欠点のないヒーローです。カバイを発生させる、ヨルガンやアンドバリ、ヘリオス、マーカスなどと組ませると、アイリスは非常に凶悪なヒーローになります。アイリスは脆さの欠点が特化しやすいので、見える位置の防衛よりも、グランドアリーナのサブチームや攻撃で使うと優秀です。ここまでが、アナムさんの解説になります。さて、今現在はアリーナの防衛チームで見かけるアイリスですが、将来的には防衛チームよりも、攻撃チームで活躍するような気がしています。アイリスが実戦に投入され始めてから日が浅いので、今はどのプレイヤーも試行錯誤している最中だと思いますが、アイリスに興味がある方は、この動画でご紹介したチーム編成を参考にされてはいかがでしょうか？カーク信者的には、アイリスがカークの天敵でなかったということが判明したので、正直な話をすると、ホット&しています。カーク信者はカークが勝つところを見るのが大好きだから、アイリスがカークのライバルにならなければそれで OK なんだよ、あはは。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。